黒ずきんの目次へようこそ。前回のマドルチェに戦闘を出張させた構築に続き、今回はトライブリゲードを出張させた構築とその展開についてお話しします。普段見かけるマドルチェとは一風変わった構築となっているので、マドルチェ使いの方に新たな発見があればいいなと思います。また、これからマドルチェを触るよという人へ向けて、必要な情報をすべて網羅したマドルチェの教科書を開きました。マドルチェを一から覚えるにあたって非常に充実した内容に仕上がっているだけでなく、マドルチェがより楽しくなる一冊となっています。ぜひ覗いてみてね。目次です。3章立てにてお送りします。タイムテーブルは動画説明欄から。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。第1章、トライブリゲードの出張。トライブリゲードの出張は、マドルチェ側の手数の少なさを補うことを目的としたもので、着目すべきは召喚権を使わずにマドルチェ展開ができる点です。まずはこちらをご覧ください。条件としては、トライブリゲードフラクトールプラス、獣族、重戦士族、鳥獣族、以下ビースト族の2枚書道。トライブリゲードケラスは手札のビースト族をコストに SS できます。トライブリゲード協調のシュライグは墓地へ送られた場合、除外ゾーンのビースト族の数以下のレベルを持つビースト族モンスターをサーチできます。この効果でホーットケーキをサーチし、トライブリゲードアダバナのフェリジットの効果でサーチしたホットケーキを SS することでマドルチェ展開につなげます。この構築、マドルチェ界隈でやや賛否両論があるみたいで、よく耳にするのは2枚書道で手札要求値が高い、手数を増やすための出張なのにコストが必要では本末転倒というもの。しかしこれについては SS 効果を持つケラスを経由せず、召喚権をトライブリゲードに割けば1枚書道にもなれるため、この事実がある以上手札要求値が高いという証明にはならないと思います。でも好みが分かれる構築なのはめっちゃわかります。むしろデッキ全体をビースト族に寄せることで、スロットを圧迫する割には細い展開ルートを縫うようにしか展開できなかったマドルチェが占める枠を最小限に抑えることができ、これが手数を増やすことにもつながってきます。そしてもう一点、他のマドルチェデッキと比べて手札誘発を打ちやすいです。鉄獣マドルチェにおけるマドルチェ書道3種の枚数はいずれもピン刺しであり、墓地に手札誘発が落ちていると展開できないマジョレーヌやプティンセスーレからスタートすることは基本ありません。マドルチェ使いが今更何をという話ではありますが、高校で手札誘発が打てないというのは現代遊戯王において致命的としか言いようがなく、ICSJ では結構困らされました。しかし鉄獣マドルチェであれば、これによって発生する無駄な手札事項を回避できます。逆にビースト族であるホーットケーキは優先度が高く、手札誘発が落ちていても初動になれることはもちろん、トライブリゲードが墓地を肥やしながら展開するテーマのため、先行で腐るどころか手数として機能してくれます。これは他のマドルチェデッキにはない明確な差別化点と言えるでしょう。鉄獣マドルチェのメリットについてお話ししたところで、トライブリゲードというテーマについて簡単にお話しします。トライブリゲードモンスターはいずれもビースト族で、メインモンスターの共通効果として、墓地のビースト族を任意の数除外することで、除外した数と同じリンクマーカーを持つビースト族リンクモンスターを SS できます。この効果でニャカロンを出力することもできますが、ニャカロンのサーチ効果はリンク召喚にしか対応していません。ホットケーキをサーチできる協調のシュライグのリンクは4、つまり墓地に4体のビースト族が必要となるわけですが、メインモンスターの多くはその固有効果で後続を墓地へと肥やしてくれるのです。それゆえに大体のトライブリゲードが初動になります。実際の展開を見ながらトライブリゲードについて学んでいきましょう。第2章展開の紹介。まずはフラクトール1枚からの展開。フラクトールを手札から切ることで、デッキのレベル3以下のビースト族を墓地へ送ります。墓地へ送られたトライブリゲードナーベルの効果で、トライブリゲードキットをサーチ。キットを NS して効果発動。
墓地のビースト族2体を除外して、リンク2のトライブリゲード怪撃のベアブルムを SS。怪撃のベアブルムの効果で手札2枚をコストに除外ゾーンのナーベルを SS。手札コスト2枚はこれから紹介するギミックで回収できます。デッキ枠を多少圧迫しますが、展開の幅が広がりますし、最終盤面でスプライトスプリンドの妨害を残せたり、G を実質サーチできたりと採用を推奨します。キットと怪撃のベアブルムでスプリンドをリンク召喚。キットチェーン1、スプリンドチェーン2で、デッキからケラスを墓地へ送りつつ、トライブリゲードカードを墓地へ送ります。先ほどの怪撃のベアブルムの手札コスト2枚で、ビースト族が1枚でも墓地に落ちていれば、スプリンドの効果で G を落とし、後ほど回収できます。墓地へ送られたキットの効果でトライブリゲードメルクーリを墓地へ。これで墓地に4体のビースト族が溜まったので、ナーベルでそれらを除外し、強調のシュライグを SS。除外されたメルクーリへの効果で、テキストにアルバスの烙印の記載があるモンスターをサーチ。ナーベルと強調のシュライグでアダバナのフェリジットをリンク召喚。墓地へ送られた強調のシュライグの効果で、オートケーキをサーチし、アダバナのフェリジットの効果で SS。ここからマドルチェ展開です。デッキをコンパクトにしたかったため、プリンセスギミックを不採用にしています。チョコアラモードに行かずとも十分な展開力がありますし、デセールの素引きが弱いです。先ほどサーチした楽園竜アルビオンの効果で、楽園の剣を落とし、手札入れ替えをしておきましょう。ここで使うタイミングとしては、可能な限りデッキのマドルチェモンスターを吐いた後にドローしたいからです。この後ですと、ニャカロンの効果で制約がかかってしまいます。アダバナのフェリジットとホットケーキで、ニャカロンをリンク召喚。墓地へ送られたアダバナのフェリジットの効果でさらに手札入れ替え。これで怪撃のベアブルムの手札コスト2枚分が返ってきました。最終盤面はスプリンド、ティアラフレース、プロムナードの計3妨害プラスフレの墓地バウンス。次にフラクトールプラスビースト族からの召喚権を使わない展開。展開ルートは先ほどとほぼ同じで、ナーベルでキットをサーチするかケラスをサーチするかの違いです。ここからは先ほど同様のマドルチェ展開のため省略します。最後にナーベル、キットからの展開。ナーベルやキットは1枚初動ではないですが、手札にコストとなるビースト族がいればこちらも初動になります。フラクトールと重ね引きしている場合は、フラクトールから動けばいいので、今回はこのデッキと相性のいい1000年の眠りから覚めし原人との重ね引きを想定した展開です。千年出張について詳しく知りたい方は、白き森の過去動画を参照ください。召喚権をナーベルに割き、原人の効果で自身を SS しつつ、ビースト族である同盟の原人をサーチ。ナーベルを墓地へ送るためにリンク召喚し、ナーベルの効果でケラスをサーチ。以降の展開ルートは先ほどと大体同じですが、この展開の場合、ビースト族が1体余分に盤面に残ります。この子とニャカロンを使って最終盤面でアポロウーサを立てたいので、プティンセスールを経由せずに展開しましょう。最終盤面はスプリンド、アポロウーサ、ティアラフレース、プロムナードの計5妨害。第3章構築の紹介。第1章でお話しした通り、
デッキ全体をビースト族に寄せています。フラクトールおよびそれをサーチできる演武天気は当然3枚。初動兼うらら受けという大事な役割があります。他のトライブリゲードパーツはピンで問題ないですが、G を打たれた際にキットで妥協展開することを想定して、相手ターンにキット墓地効果、ナーベル墓地効果で後続を確保するために、ナーベルのみ2枚採用しています。展開でもあったように、メルクーリエ、楽園竜アルビオン、楽園の剣は怪撃のベアブルムの2コストを回復するための大事なカードなので採用したいです。メルクーリエはビースト族ですし、アルビオンは自身を戻してワンドローできるため、実質的なノイズは楽園の剣だけです。本当に千年の眠りから覚めし原人は、鉄獣側から見てもマドルチェ側から見ても相性抜群。このカード1枚で2体分のビースト族を確保できますし、他の千年モンスターを採用すれば、召喚剣を使わずにリンク2を出力できるため、マドルチェ書道を止められてもニャカロンをリンク召喚して貫通できます。マドルチェはホットケーキのみ積み毒です。テラスのコストにすれば鉄獣展開で召喚剣が不要になることはもちろん、ブラクトールが止まった際の初動にもなります。展開に必要なマドルチェモンスターの積み木についてですが、展開途中でアダバナのフェリジットによる手札入れ替えができるため、特に問題にはなりません。今回紹介した鉄獣マドルチェですが、クリミとトライブリゲード使いのヤフさんと会議して練りに練った構築となっています。2人ともありがとう。いつものマドルチェと比べて使いやすい点もいまいちな点も含めて違った景色が見えてくる構築だと思うから、黒ずきんの目次を通じてみんなの力でいろんなマドルチェを開拓できたらいいな。